皆さん、おはようございます。時間を旅する赤熊チャンネルです。今日は難波広場からどこ行くんや？茜をフェリーに乗せてあげようと思って。はい、これが今回のルートだよ。わざわざ書いてきてくれたんか。南海電車と南海フェリーだと、徳島まで2500円で行けるんや。これは安いな。安いけど時間はかかりよるな。高速バスよりは約1時間ほど多くかかるね。けど値段は圧倒的に安いでしょ。そやな、めっちゃ安いな。今日フェリーに乗れるんやな。うん、茜にとって初のフェリーでの初陣ですね。そうやな。ここからまず南海電車やな。難波駅に来ると、小さい頃を思い出すねん。確か、9番ホームから大阪球場のスコアボードが見えていたように思うわ。南海ホークスのホームグラウンド大阪球場のスタンドが、とても急で怖かったことも印象的やったわ。南海ホークスには、香川信之という選手がいて、野球漫画ドカベンの保守山田太郎に体型が似ていたことから、ドカベンの愛称で呼ばれた香川選手が頭に出てきよる。テレビで高校野球の波賞が印象に残っていて、牛島とのバッテリーで甲子園で大活躍したことを覚えてるわ。茜もういいかな。ごめんな、話が違う方に行ったな。難波から徳島に行くにはスキップという切符がお得なんです。さっきマップに書いてあった2500円のやつやな。そう、ご案内に徳島スキップと書いていますね。早速切符を買いたいと思います。一番下の列に2500とあるところが徳島スキップです。初めての人には分かりにくいな。そうかもしれないです。さあ、ホームに向かいましょう。もうすぐしたら特急サザンが入線してきよる。和歌山港行きの特急サザンは本日は3本だけの運行です。乗り換えも面倒だから私は今回9時10分発特急サザンを選びました。フェリーと接続なので全部和歌山港行きだと思ってたわ。それが1日3本しかないんか。それだけフェリーに乗船する客がいないということやな。そういうことだよね。船子やんか。こっちのフェリーにも乗船したいんやけどな。今度乗りに行こうね。特急サザン10号が入線してきたな。これが折り返しで特急サザン9号になりよる。座りたいならこの8時54分にホームに来たらええと思うで。今日は12000系が入ってるんやな。そういうことは指定席がプレミアムということやな。だから指定席を取っておきましたよ。なんと気が利くんや。ナイスやな。座席は一番後ろを取っておいたよ。さすがわかっとるな。変な席を取ったら怒るでしょ。当たり前やろ。そこで徹子失格や。左のホームに千穂くんの鉄道娘号がいるから撮影行こうや。これは撮影しないとね。いいよねこのラッピング。今日来ると分かってたんか。偶然だよ。運用まではわからないし。あんたは運が悪いと思ってたけど違うようやな。こんな綺麗なお姉さんばかりの駅員さんだったらええな。そうだね。最近は女性の運転手さんや車掌さんが多いしなんか嬉しいよね。一昔前は運転手さんや車掌さんは男の人しかいなかったからな。女性が当たり前に働ける時代になったもんやな。大阪モノレールか地元の鉄道会社に近づいてきたな。お、京阪電車の服装やな。いつもお世話になっている鉄道会社やんか。京阪電車の服装だね。出発しちゃったよ。もう少し止まっていれば最後まで撮影できたのに残念です。そろそろ5番ホームに戻って特急サザンに乗車しないとね。特急サザンの12000系は初めての乗車になります。旧型から新型に変わって指定席が良くなったみたいやで。後ろ4両が普通の通勤電車型自由席で、
前の4両は特急シートの指定席になります。えらい変わりようやな。さすが指定席やな。前の1万系より座席がかなり良くなっているよ。何号車に乗車するんや。1号車です。座席番号は49と50です。なかなかええ感じの車内やな。9時10分、特急サザン9号が難波駅を出発しました。始発駅からの出発は、どの特急列車でもワクワクしますよね。そうやな。特急独特の雰囲気があってええな。ここから何時間ぐらい乗車するんや。1時間ほどで和歌山港に着く感じかな。1時間で行けるんか。案外早く行けるねんな。その間に、難波駅構内で買った朝ごはんを食べることにしましょう。そうしましょう。それにしても指定席はガラガラやな。値段結構するんか？ネットから購入で1人550円でした。550円で、この快適な車内はええと思うわ。これ払っても、高速バスより、鉄道とフェリーの方が安いな。やっぱりこちらの方が時間がかかっても徳島に行くならこれ一択でしょう。大阪府が、無駄な税金で建てた超高層ビルのゲートタワービルが見えてるな。今は、SIS リンクタワーという名前に変わってるけどな。大阪市の WTC と高さを競ったことでも有名ですよね。大阪市の WTC の建築計画では高さ150メートルのビルを建てることになっていたが、WTC を西日本一の高さにするため、何度も計画を変更し、高さ256メートルになったそうです。結果 WTC とゲートタワービルは同じ高さになったのですが、ゲートタワービルが10センチだけ高くして争いは終わりました。莫大な赤字とともに、結局、どちらも共倒れとは情けない結果となりました。もうその話は終わりでいい。ここは紀の川橋梁やんか。私はこの赤いガーダー橋とトラス橋が好きなんですよね。前に見えている橋梁は、日露戦争を目前に控えた明治36年に完成した橋梁です。設計は日本人なのですが、作ったのはアメリカです。今電車が渡ってる橋梁は、大正11年に架けられたもので、こちらは国産なんです。二つとも、歴史のある橋梁で、これからも残ってほしいものです。10時10分和歌山市駅に到着です。加田魚線のめでたい電車、幸、海が車庫に止まってるな。おまけに、めでたい電車、かなたもいるやんか。幸も海も可愛らしい色だね。かなたはレインボーカラーでカラフルですね。これは乗ってみたい電車です。ほとんどの方がこの和歌山市駅で降ります。和歌山市駅を出発すると和歌山港駅まではすぐです。市堀川沿いを電車は走ります。青岸橋が見えるともう和歌山港駅です。青岸橋という名前なのになんで赤やねん。青にしたらええのに。南海フェリーが見えてきました。あれが今日乗船するフェリーです。なんや、小さいフェリーやな。さあ、フェリー乗り場まで行きますよ。えらい寂れた駅やな。確かに古いよね。降りるのも階段だけだしね。この時代にエスカレーターもエレベーターもないということは廃止が前提やったのかもよ。あかねちゃんそれは死後だから言わないで。なんでや？実はこの南海フェリーが2028年をもって営業を終了するみたいです。そういうことか。だから無駄なお金をかけたくなかったのかもな。切符を自動改札機に通した後は切符も忘れずに取ってね。和歌山港駅とフェリー乗り場が人道橋でつながれているからとても楽なんです。その分、すごい長い人道橋なんです。雨も風も気にすることなく行けるのはええな。えらい派手なエリアやな。四国のええとこを集めたポスターがいっぱいやな。
南海フェリーがなくなると、和歌山の人らは四国に行くのが大変やな。やはり存続してほしいよね。私たちも四国に行くのが面倒になるしね。そうやな。和歌山県と徳島県に頑張ってもらって、存続の方向で調整してもらえんのかな。フェリーアイは新しいフェリーなので問題ないみたいだけど、フェリー葛城の老朽化で新しいフェリーが必要だそうです。新造船となると40億円以上もかかると言われており、これが撤退の一番の理由かもね。最悪、フェリーアイだけで運航は無理なのかな。廃止と発表された途端、お客が増えたそうやで。このまま廃止をちらつかせ、そのまま運航するのはどうや。それ賛成。なんとか頑張ってほしいな。フェリーに乗船するよ。うわぁ、緊張してきたわ。これがフェリーへの第一歩か。そんなに緊張しなくても大丈夫。茜なら大丈夫だから大船に乗った気持ちで乗船しましょう。このフェリーは小舟やけどな。乗船しましたよ。これがフェリーというものか。出港するまであまり時間がないから上のデッキへ向かうよ。私はわからんからあんたについていくから任せたで。えらい急な階段やな。手すりは波の形にも用しているのも好感が持てるな。フェリーのデッキは案外高いな。それにしても見晴らしが良くて気持ちええわ。フェリーから見る景色は最高だよね。ロープが外されたよ。なんかアルバイトみたいな兄ちゃんやったけど、大丈夫なんか？きっと修行を積まれた方に違いないと思うけど。ほんまかいな、そうかいな。フェリーの横から泡が出てるけど、あれはなんや？あれはサイドスラスターといって横方向に動かすための推進装置だよ。ほう、さすがやな。岸壁を離れ、出港するフェリーはええもんやな。私も初めて乗船したのはこれより大きいサンフラワーだったけど、感動だったな。なんか自慢してるやろ。めっそうもない。はよ、大きいフェリー乗せてくれるんやろうな。大きなフェリーの乗船券を予約しているよ。やっぱり、あんたは、よう気が利くええ子やわ。そんな照れること言わないでくれるかな。ほんまかわいいやつやな、あんたは。行ってきます。おう、快晴の日に乗るフェリーは気持ちええな。快晴、波、気候とすべてが揃う日はなかなか出会えないからとても貴重だよ。今日は最高のフェリー日和でよかったです。今日は、初陣にはもってこいというわけやな。もちろんだよ。茜は運がいいよ。この防波堤を出ると紀伊水道に出るわけやな。そうだね。この感じなら波もないし酔う心配もなさそうで安心の船旅だね。それにしても気持ちええな。フェリーが波を切って出る白波を見るだけでも癒されるわ。そろそろ船内に戻りますよ。そうやな。これ以上おったら真っ黒クロスケになるからな。座席も取らずにデッキに出てきたから席空いてるかな。空いてるやろ。ここは絨毯席ですが、お年寄りや体の不自由な方の優先席となります。けど、健康な人が入ってたわ。ちゃんとマナーを守らないとね。ここはトラックドライバーさん専用の仮眠室です。今は昼やからガラガラやな。ここからがメインのお部屋です。なんかドキドキするわ。誰なんやこの子は。南海フェリーのキャラクターの阿波野舞ちゃんだね。テーブル席が全部埋まってる。こんな光景は見たことがないけど。やっぱり、これは、廃止というアナウンスのせいやな。平日でこの盛況ぶりだったら、廃止はありえないよね。廃止と聞くと行きたくなるんでしょうね。私たちもそうやもんな。このフェリーは四国巡礼には欠かすことができないフェリーでもあります。四国巡礼の最後に高野山奥の院をお礼参りする人だけやけどな。そういう方にとって南海フェリーの廃止は問題です。次のお部屋へ行きましょうか。絨毯席があるフロアになります。
こちらはテーブル席に比べると空いていました。これぞ、ザ・フェリーという感じやな。フェリーのイメージは、絨毯席でみんなでゴロ寝スタイルかと思ってたから。それは昔のフェリーのイメージです。そういえば個室はないけど。このフェリーは2時間ほどの乗船なので個室はありません。長距離フェリーには個室がいっぱいあるよ。そうかいな。ここから前は特急シートのような椅子席になります。船首に位置しているので、海が荒れている場合は避けるのがおすすめです。そういう場合は、船の中央あたりが一番揺れないらしいな。そうみたいですよね。私も聞いたことがあります。初めて乗船する方は覚えておくといいです。最後に指定席のグリーン室があります。ここはネットで購入することで500円です。当日の船内購入は1000円になるので注意です。絶対グリーン室を使うなら、ネットから購入するべきやな。グリーン室のチケットを持っていないので入り口から撮影しました。さすがグリーン室の座席は違います。けど正直言って自由席で十分だと思います。あんたが言うなら間違いないな。自販機コーナーにはアイスやドリンク、カップヌードル、お菓子、パンなども販売されています。2時間ほどの船旅なら、これで十分な感じがするわ。カップヌードルは350円でした。スーパーだと160円ぐらいかな。船内でいただくということでチャージ料金やろ。フェリーといえばゲームコーナーがつきものです。南海フェリーオリジナルグッズのクレーンゲームだったらええのにな。あかね、デッキに行ってみない？せっかくだし、大海原でも見てみようかな。船尾のこのアーケードがなかったらもっと開放感があっていいだろうな。けど和歌山港からの乗船の際、これがなければ雨の時は大変そう。風が強いと破れそうな気がするんだけどな。私にはまだようわからんけど、あんたがそう思うならきっとそうなんやろうな。島影が見えてるけど、あれは淡路島やな。そう、淡路島です。マストのようにそそり立っているものは、こういうフェリーの場合何に使うのかな？旗かなんか立てるんと違うんか？空を見て、飛行機雲が走ってるよ。もう一つ上の階に上がるよ。淡路島がすごく綺麗に見えてるな。本当だね。すごく綺麗に見えるよね。そしてフェリーでは忘れてはならない鉱石も見えてるね。鉱石か、響きの言い方やな。こんなところに火事があるやんか。なかなか遊び心もあってええやんか。やっぱり、こういう遊び心があるフェリーは楽しいよね。少し回してみよう。何回回しとるんや。目が回るわ。加減やめや。あれは主島やんか。国生み神話では、イザナギイザナミの御事が生み出した最初の島をおのころ島と言うんだけど、これが主島だと言われているそうやで。何気に回ってるけど、船舶用レーダーで世界トップブランドのフルノがついてるやんか。こういうのは何かそそられるな。今日はほんまベタなぎやな。あんたの関西弁おもろいな。なんかフェリーみたいなおるけど、もしかして南海フェリーの葛城藩か？そうだよ。南海フェリーの葛城だよ。廃止になる原因のフェリーやな。就航から28年も経つフェリーみたいやけど、エンジンだけ新しいのに積み替えてリニューアルしたらあかんのかな。鉄道と違ってそれは無理なんかな。どうなんだろう。通常日本のフェリーは20年から30年で新造船を投入しているからね。そうなんか。なんかもったいないな。引退しても海外で使うんやろうしな。それだったら限界まで使えばあかんのかな。保安上、日本では無理なのかもしれんな。そういえば乗船してから一度も席に座ってなかったね。船内に戻って絨毯席で休もうよ。
ゴロゴロしに行こうや。現在の位置はこの辺りです。あと徳島港までは35分かかるからゆっくりしましょう。やっと寝転べるわ。なんや、あんたその靴下、船子やんか。どう、かわいいでしょ。船子が戸惑ってるで。阪急フェリーでなくてごめんね。絨毯席はええわ。パンダのようにゴロゴロできるし。たまらんわ。寝転べるのがこの絨毯席の魅力やな。まもなく徳島港なのでデッキに行くよ。もっと寝転がっていたかったな。せっかく乗ったんやから入港を見に行くよ。はいはい、わかりました。なんか嫌そうな返事やな。だってゴロゴロしておきたいもん。徳島の眉山が見えとるな。どの角度から見ても眉の形に見える山や。徳島のシンボル的存在の山やな。万葉集にも読まれた素晴らしい山らしいで。そんなすごい存在とも知らなかった。本当に茜は物知りやな。オーシャン東急フェリーの乗り場の防波堤を越えるともう間もなく到着です。フェリーは止まってないようやけど、いつ頃やったら見えたんやろうな。9時頃か13時頃に入港してくるみたい。徳島港では今まで一度も見たことがないな。徳島港に到着する間際の迫力ある橋をくぐるイベントでもあります。橋の真ん中にある赤い丸い目印はフェリーのくぐる目印なんですよ。フェリーから見る橋をくぐるシーンはほんま迫力があるな。そうだよね。フェリーに乗船した人だけが体験できるイベントです。初めての体験やけど、これはええな。今度は明石海峡大橋の下をくぐりたいな。きっと明石海峡大橋だったらもう興奮しっぱなしじゃないかな。それは楽しみやわ。期待しとるで。船にはブレーキがないので、プロペラを逆回転させて止めます。だから、海面が徳島だけに阿波踊りするんやな。ファンネルの上に鳥が飛んでるな。サイドスラスターで横方向へ移動させ着岸です。定刻の12時50分に徳島港に到着です。岸壁にうまくつけよるな。さすがプロやわ。フェリーから頭出てるの見ると、もぐら叩きしたくなるよな。ハンマー持ってきたよ。ほんまに叩くんか？人道橋とフェリーがドッキングしたので、降りる準備をしないとな。たくさんの人がいたので下船はゆっくりで大丈夫だよ。デッキから下船口に降りてきたのは私だけみたい。あんたみたいに、フェリーの船内を把握している人も少ないんやろ。どのフェリーも下船はなんか寂しいね。2時間は短すぎる。もう少し乗船しておきたかったわ。和歌山港で時間がなかったので、船体を人道橋の開いていた窓から撮影したよ。白いボディに藍色のラインがええ感じやな。ハートマークに愛が入っているのも可愛いな。売店まであるんや。お土産忘れても買えるのがええな。高野キララと阿波の舞がいるよ。南海フェリーのキャラやのに、普通、フェリーの名前をつけたりするん違うんか。二人とも全く違う名前やんか。私は、愛ちゃんと桂木ちゃんやと思ってたわ。今回、このスキップで来たけど、ほんま、お得な切符やな。南海フェリーに乗船したけど、フェリーもええもんやな。そうでしょ。やっぱり好きになってくれたね。そやな。今度は長距離フェリーに連れて行ってや。徳島港で愛を撮影していると、視聴者さんにお声をかけていただきとても嬉しかったです。お腹空いてきたから何か食べに行けへんか？そう言うと思って目星をつけておいた食堂へ行きますか？さすがやな。あんたいたら悩むこともあらへんな。ここか、新鮮な魚とかありそうやな。めっちゃ腹減ってきた。徳島新鮮納得市にあるわびさびという地元の食材を使った料理が味わえる食堂です。よし決めた。
お刺身とアジフライにするわ。私は天ぷらの盛り合わせにするね。これは美味しそうやな。お刺身はキハダとタイとブリみたい。なんで本マグロじゃないねん。じゃあいただきます。天ぷらの盛り合わせも美味しそう。大きなエビと地魚があるみたい。このエビ美味しい。他の天ぷらも美味しく、世は満足じゃ。お刺身はあかんかったけどアジフライはうまかったで。まあええやろ。今度来るときはお刺身期待してるからな。相変わらず茜は正直に言うね。まさかこんな場所から見送ることができるとは思ってもみなかった。これが最後だと思うと寂しくなってきました。けどあなたの姿は私の記憶の中に永遠に生き続けると思います。ありがとう南海フェリー愛。またね。なんとか存続できるように応援しとるからな。また乗船できる機会があったらよろしくやで。今回の南海フェリーはこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してや。また次の動画でお会いいたしましょう。またな。